宇宙はその沈黙によって人類を拒絶してきた。私たちが夜空を見上げるとき、そこにあるのは真実ではない。地球の大気という厚いベールによって歪められたわずかな残像に過ぎないのだ。人類はこの宇宙の沈黙に耐えられなくなった。我々は地球という監獄を脱獄し、神が隠し持っていた宇宙のルールブックを強奪する計画を立てた。投入された資金は100億ドルを超え、費やされた歳月は3つの世代にまたがる。ハッブル、ジェームズ・ウェッブ、そして最新のナンシー・ローマン。これらは単なるプロジェクトではない。人類が138億光年の時空を完全に制圧するために送り込んだ三位一体の暗殺チームだ。6500億円の執念と数万人の人生をかけた人類史上最大のハッキング作戦。その全貌を今ここに暴く。地獄のスペック比較。三大覇者の冷徹な数字。本題に入る前に、この3つの怪物がどれほど常軌を逸しているか、そのスペックを比較しよう。これは単なる機械の差ではない。人類の限界を更新し続けた戦いの記録だ。注目すべきは開発費用だ。ハッブルは維持費を含め累計で約160億ドル、ウェッブは100億ドル、合計すれば3兆円を超える一国の国家予算に匹敵する。まさに人類の命運をかけた投資だ。次に開発期間。ハッブルは承認から13年、ウェッブは19年、ローマンに至っては構想から30年だ。一人の科学者がキャリアの全てを捧げても足りないほどの執念がこの鏡には刻まれている。そして大きさ。ハッブルは大型バス程度だが、ウェッブはテニスコート大の遮光板を持つ。主橋の直径はハッブルとローマンの 2.4 メートルに対し、ウェッブは 6.5 メートル。その感度はハッブルの100倍に達する。しかし最も異常なのは視野だ。ローマンはハッブルと同じ解像度を持ちながら、一度に見える広さはハッブルの100倍。ハッブルが針の穴なら、ローマンは巨大なパノラマスクリーンだ。このスペックの差こそが役割の差を生む。これより各機が背負った絶望のドラマを深掘りしていく。ハッブル宇宙望遠鏡 HST。 ハッブルは人類が初めて手に入れた物理的な神の目だ。だがその誕生は絶望的な妥協と屈辱の連続だった。天文学は地球の大気という濁ったレンズとの絶望的な戦いの歴史だ。地上のどんな巨大望遠鏡も大気の揺らぎによって光は歪み、星はぼやける。さらに致命的なのは、生命の源を伝える紫外線の大部分を大気が冷酷に遮断してしまうことだ。1923年に提唱された宇宙望遠鏡という構想は当時の科学界では狂気の沙汰とされた。だが人類は大気という牢獄の格子越しに宇宙を見ることに耐えられなくなった。ハッブルは神の領域を盗み見るための史上最大の脱獄作戦だったのだ。1990年4月24日、スペースシャトルによってハッブルは軌道へ投入された。しかし送られてきた最初の1枚を見て、世界中の天文学者が凍りついた。画像がボケている。原因は主橋の端がわずか 2.2 ミクロン、髪の毛の50分の1だけ削りすぎられていた球面周差だった。実は製造現場のパーキンエルマー社では別の測定器が異常を示していたが、責任者は最新のメイン装置が間違えるはずがないと盲信し、現場の警告を握りつぶしたのだ。15億ドルの税金が一瞬にして宇宙に浮かぶ巨大なゴミに変わった。 NASA はタイタニック号以来の失敗と激しく嘲笑され、議会からは予算カットの猛攻撃を受けた。天文学の歴史はここで終わるかに見えた。だが NASA のエンジニアたちはこの絶望を執念でねじ伏せた。1993年、人類史上最も困難な宇宙修繕ミッションが敢行された。時速2万8000キロで移動するハッブルをシャトルで捕獲し、宇宙飛行士が船外活動でメガネを装着させる。極寒の宇宙空間、熱いグローブで指先の感覚がない中、固着したボルトを力任せに回し、1ミリの狂いも許されない精密機器をインストールする。この外科手術が成功した瞬間、ハッブルは人類の至宝へと転生したのだ。ハッブルの進化は美しさではない。それは物理学の破壊だ。ハッブルが捉えた遠方の超新星のデータは、宇宙の膨張が加速していることを突き止め、既存の物理学を一度破壊した。宇宙を無理やり引き裂く未知の力、ダークエネルギー。ハッブルは教科書を一度全て殺し、我々に真に恐ろしい宇宙の姿を見せつけた。138億年という宇宙の年齢を確定させ、あらゆる銀河の中心に超大質量ブラックホールが存在することを暴き出したハッブル。それは
人類が初めて手に入れた物理の限界を超える目であり、我々の宇宙観そのものを書き換えた革命児だったのである。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。ウェッブは望遠鏡ではない。それはビッグバン直後の1億年を盗み見るために作られた超巨大な熱力学的タイムマシンだ。宇宙最初の星ファーストスターの光は膨張する宇宙の果てで引き伸ばされ、目に見えない赤外線へと変質している。ウェッブはこの目に見えない熱の幽霊を強奪するために設計された。開発は地獄そのものだった。2007年の打ち上げ予定は19年も遅れ、予算は当初の20倍、1.5 兆円まで暴騰した。このあまりの巨額さに、アメリカ議会では何度もプロジェクトの中止が議論され、NASA は存亡の危機に立たされた。だが、科学者たちはこれを作らなければ、我々は永遠に自分たちの起源を知ることができない、と、文字通り血の滲むような説得を続けた。最大の壁は、主鏡を絶対0度に近いマイナス230度以下に保たなければならないという物理的制約だ。望遠鏡自身が熱を持てば、微弱な赤外線をかき消してしまうからだ。太陽の猛烈な熱を遮断するために、テニスコート大の巨大な5層構造3シールドが開発された。このシートは髪の毛より細い特殊フィルムでできており、宇宙空間で展開される際に破れれば全てが終わる。また直径 6.5 メートルの主鏡はロケットに入らないため、宇宙で自動展開する折りたたみ式にせざるを得なかった。この展開プロセスには、失敗すれば即座にプロジェクトが終了する344箇所の単一故障点が存在した。 NASA のエンジニアたちは20年間毎日この死のルーレットを見つめ続けてきた。ボルト1本の緩み、フィルム1枚の銃なりが全てを無に帰す恐怖。2021年12月25日、ついにウェッブは地球を離れ、月よりも遠い150万キロ先の聖域ラグランジュ第2点へと到達した。そこは人類が決して修理に行くことができない帰還不能の領域だ。そこでウェッブが見せたのは、ハッブルでは決して見通せなかった塵の向こう側だ。暗黒星雲の奥深くで星が産声を上げる瞬間、そして遠く離れた系外惑星の大気に含まれる二酸化炭素や水のシグナル。ウェッブの黄金の目は135億年前の光を鏡に反射させ、我々がどこから来たのかを無言で指し示した。 1.5 兆円という金額は高いか。いや、これは宇宙の誕生現場を直接目撃するための格安のチケット代に過ぎない。ウェッブは今、人類が宇宙で孤独ではないことを証明するための最強の探求者となったのだ。ナンシー・グレイス・ローマン宇宙望遠鏡。2026年9月以降に打ち上げられるローマンは、ハッブルの解像度を維持したまま視野を100倍に広げた広角の怪物だ。これは量による宇宙の制圧である。ハッブルが針の穴から宇宙の一点を見つめる装置だとしたら、ローマンは宇宙を丸ごとスキャンする偵察機だ。ハッブルが30年かけて観測するエリアを、ローマンはわずか数時間で蹂躙する。宇宙を移転ではなく面で捉え、情報の物量的限界を破壊するのだ。ローマンの主鏡にはある数奇な出自がある。実はこの鏡、もともとアメリカ国家偵察局が地上を監視するために作っていた軍事用スパイ衛星の鏡なのだ。かつて敵国の秘密基地を雲の隙間から執拗に狙っていた冷戦の遺産。それが今、宇宙の膨張の謎を解くために転生した。最高機密の解像度を地上ではなく100億光年の彼方へ向ける。これこそが軍事技術を科学へと昇華させた知略による宇宙のハッキングだ。 NASA にこの鏡が届いた時、エンジニアたちはその精度の高さに驚愕した。地上の数センチメートルの物体を識別するその目は、今度は宇宙を支配する目に見えない力、ダークマターとダークエネルギーの正体を暴くために使われる。ローマンの真骨頂は、何億もの銀河を一気にスキャンし、重力によって光が歪む重力レンズ効果を統計的に解析することにある。宇宙がどれほどの速度で膨張し、どのような運命をたどるのか、その広大な地図をローマンが描き出す。さらに、親星の強烈な光を10億分の1に遮断するコロナグラフを搭載している。これにより、これまで光に隠れて見えなかった系外惑星を直接撮影することが可能になる。ローマンは宇宙の統計学を完成させ、我々がいつ、どのようにして死を迎えるのかという未来の地図を描き出す。それは、人類が手にする史上最も広大で、最も詳細な宇宙の攻略図になるだろう。NASA が10兆円以上の予算を投じた真の理由は、この3機を同期させ、宇宙の主導権を完全に握ることにある。まずローマンが広大なダークスペースをスキャンし、
ターゲットを一網打尽にする。次にウェッブが座標を特定し、赤外線でその中心部を解剖。最古の星の成分を剥ぎ取る。最後にハッブルが紫外線データを追加し、正確な温度と色彩、生命感を完成させる。ハッブルが現在を、ウェッブが過去を、ローマンが未来を決定する。人々は言う。宇宙はあまりにも広く、私たちはあまりにも無力だと。だが、この三位一体の覇王が揃うと、その言葉は過去のものとなる。我々はもう、暗闇の中をさまよう子供ではない。人類はたった今、宇宙という巨大なシステムのマスターキーを手に入れたのだ。この動画良かったらチャンネル登録だか評価よろしくお願いします。